壁と私。こんにちは、土壁と私です。神戸と兵庫の田舎を行き来しながら、築140年の古民家を少しずつ直したり、畑や庭いじりなど、田舎暮らしを満喫しています。今日はご近所さんのタケノコ掘りについてきました。ふと外を見ると、つるはしを担いで颯爽と歩くご近所のパパさんの姿。戦力外なのは百も承知ですが、足手まといにならない程度に春の収穫祭を楽しませていただきます。本当すごい。荒れた様子でずんずん竹やぶに突っ込んでいくパパさん。まるで獲物の気配を察知したハンターか、高性能なタケノコ探知機を搭載しているみたい。周りから攻めていく。うまいな。タケノコは弓なりに生えています。適当に掘ると本体を傷つけてしまうので、まずは周りを優しく。タケノコは大きく顔を出しているものより土の中に隠れている方が柔らかくて美味しいんだって。そう、石がそこにいっぱいある。なんか歯を入れる向きがあるのに思うんだよね。ナイス。ナイスショット。収穫した瞬間からアク抜きとの勝負が始まるので、こうして新鮮なうちに持ち帰れるのはまさに里山暮らしの特権です。新鮮なごちそう、早速丸焼きにしてみます。取れたてたけのこの炭火焼きと冷蔵庫の余り物。日が明るいうちから庭の縁側でソロバーベキュー。あったり焚き火をしながらのビールは最高。タケノコといえば米ぬかで長時間茹でるアク抜きが定番ですが、掘りたての鮮度抜群なものならアク抜きなしでそのまま食べられるんです。ダメよ。ダメ。ちょっとくたびれたバナナは焼いてデザートに。シナモンシュガーの代わりにインスタントコーヒーを振りかけてティラミス風にしてみました。土壁と私。赤庭ドッグラン計画は着々と進んでいます。一時弱っていたクラピアも暖かくなり元気を取り戻しました。怪しげな海外通販サイトテムで購入した激安のガーデンライトをドッグランに設置してみます。ついてる。このピカピカするソーラー式の電球ライト1000円以下でした。安すぎてちゃんと光るのか謎ですが、ダメ元でドッグランのフェンスに並べてみます。どんだけない。とにかく暗すぎる田舎暮らしの夜、激安ライトを大量に爆買いしてしまいました。怪しい怪しいと言いつつつい覗いてしまうのは現代の飲みの市みたいなワクワク感があるからかもしれません。この辺りは
山から強い風が吹いてきます。強い風で飛んでいかないようにフェンスにぐるぐる巻きで対策していきます。ぐるぐる微妙な感じですが、夜になるとしっかり明るく光っていました。これはもしやお買い得だったかもしれない。でもすぐに壊れちゃうかもしれないけど、毎朝決まって6時30分。痛いね、ふっくちゃん。福ちゃんは私の枕元へ律儀に起こしにやってきます。まるでお腹の中に高性能なクォーツ時計でも隠し持っているかのようです。朝、部屋の空気が少しずつ温まり、夜の匂いが薄まっていく。その絶妙なタイミングを福ちゃんは鼻先で感じ取っているのかもしれません。ほら、新しい一日が始まったよう。そう言わんばかりの鼻息にせかされて、今日も私たちの古民家暮らしが始まります。福ちゃんに起こされた直後の窓の外のサプライズ。果樹園を横切っていく一匹の影。アライグマ型抜きか。それにしてもこの貫禄。昨日の夜はどこで遊んでたの？なんてつい声をかけたくなってしまいます。星や君はうちに住んでいるんじゃないよね。土壁と私。ここはシロアリ被害のある離れです。まずは内装を解体してシロアリ被害の状況を確認します。壁や床の一部はすでに前のオーナーさんによって解体されています。この離れは6畳の部屋が2つ。小さな離れです。壊れて使えませんが、洋式トイレもあります。シロアリ被害は床下だけと聞いてるけど、実際はどこまでやられているかはわからない。襖もこの傾き具合。ここがシロアリに食われてしまった箇所。もうシロアリはいないみたいだけど、柱がどこまで食われているのか、ちょっと怖い。なんでここだけ局所的被害なんだろう。きれいに四角く食われているから何か置いてあったのかな。この形、もしや何だと思いますか？今日からこの建物の内装を解体していきたいと思います。とりあえず床周りからばらしていきます。板をガンガン叩いていますが、これは釘を
いるところ。作業自体は全然辛くないんですが、とにかく足元が不安定で怖い。床下の大量の石はどうやら除湿目的で敷かれているようです。この大量の石をどうしたものやら。外した板は何かに使えそうなので倉庫に保管しておきます。床の間の部屋の床も解体していきます。奥の左側は床の間、右側は押し入れなんですが、押し入れの内部がなぜか鉄製、アルミなんですよね。ちょうど歌の箱みたいな感じの作りなんです。湿気対策だとは思うけど、よっぽど湿っぽかったのかな。シロアリスクエアといい、アルミの押し入れといい、謎が多いです。ここは母屋に比べて大引きや根太がきれいに残っています。大引き材や根太材を再利用したいので、シロアリに食われているところ以外はなるべく丁寧に慎重に。かなり太い釘で打ち付けられていて難しい。さて、この根太どうやって運び出そうか。枝に刺さっている釘が太すぎて抜けない。どうしたものやら。
釘をそのままにすると危ないので、とりあえずグラインダーで切ってみます。火花が引火して火事になると困るので、この方法は断念しました。この足元にゴロゴロしている大きな石たち。作業中、転びそうになったり、足を引っ掛けたり、足首もぐにゅっとなっちゃうし、とても危険。本格的な作業の前に、この石たちを何とかしなければ。ということで、先に石の搬出作業をすることに。大昔の人が運び入れた石を令和の私が運び出す。というか、投げちゃってるけど。元砲丸投げの選手なので、砲撃は得意です。大量の石の前で無力感に呆然としちゃいます。多勢に無勢。数の暴力。物量作戦。飽和攻撃。でも、千里の道も一途から。土壁と私。ダメそれ。ダメダメ、危ない危ない、ダメ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 。痛い痛いよ。庭にたくさん鳥が来てくれたらいいな。ということでバードフィーダーを買ってみました。今の季節は餌がたくさんあるから来ないかもしれないけど、気長に待ってみます。買っちゃいました。マキタのチェーンソーです。ガソリン式はハードルが高いので小型電動式。いざ出陣。あれれ、想像してたよりも結構難しい。太い木は切れなそうだけど、細い木ならこれで十分。チェーンソーでハイな気分になってしまったので、長らく放置していたお庭も手入れすることに。周りの田んぼは田植えの季節が近づいて、草刈りや高温など農家さんも忙しそうです。モノトーンだった冬の景色が春の訪れとともに
鮮やかな色彩を取り戻していきます。静まり返っていた田んぼ道に人の姿が増え、村全体がふわりと熱を帯びていく。この時期特有のそわそわとしたにぎやかさが大好きです。うちね。今日も今日とて縁側ビールタイム。今日はレッドアイにしました。タバスコがないのが残念です。最近古民家での過ごし方が分かってきました。なるべく早起きをする。行動はほどほどにする。明るいうちからビールを飲み、縁側タイムを確保する。ついつい効率や成果を求めてしまいそうになるけれど、ここでは植物が育つのに時間がかかるように、私の暮らしもゆっくりでいいんだと思えるようになりました。頑張りすぎない、自分を追い込まない。疲れる前に休み、喉が渇く前に潤す。そうやって自分を甘やかす術を覚えていく。頑張ることを手放した余白。そこに流れ込んできたのは季節の風や鳥の声。